ボートレースのグランプリっていうのがあるんですけど、はいはい、それで1着取ると賞金1億円です。そんなになんですか。エデン組の逃げ差しまくり。突如あるボートレース部に集められた僕たち。一体ここで何が始まるのか。今日も部活の時間だね。慣れたね、もうね。安心感あるわ。あるね、やっぱもう。ある。もう馴染みになってきましたもんね。馴染んでるね。まだ後輩入ってこないんですかこれ。確かにそろそろそ後輩欲しい。ろそろいじりたくなってきましたよ私。みんなおはようございます。おはようございます。後輩は永遠に入ってきません。手違れ。来ないんですか。はい、あなた方の代でこの部は持たせてください。はい、頑張ります。頑張ります。頑張ります。よろしくお願いしますはいということで改めましてボートレース部顧問ボートレース琵琶湖のマスコットりなちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあみんなも簡単に自己紹介をお願いします。はい、223時所属ボートレース部も所属バーチャルプロフェッサーことオリバー・エヴァンスと申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いしまお願いす。しま諸君本日はお集まりいただき誠に感謝する私こそがレオス・ヴィンセントだ。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、コンパター君たちレインパターソンです。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたしまおす。さあということで皆さんがねボートレースを愛してくれるようになって顧問としては本当に嬉しいです。出れますけど、まあなんでしょうね。あんまりその顧問っていう感じはしないんですけどね。なんかそでのも先生として教え方はでも大変うまいと思いますけどね。まあ確かにね。まあ前回顧問ですか私はじゃあ。顧問顧問ですか顧問ですか顧問ですかって言われてどっちですか。いやどっちかって言われたらまあ顧問でいいです。顧問ですよね。顧問か顧問か顧問指揮官は確かにな。まあじゃあちょっとねここまでいろいろ学んできたと思うんですけども、はい。一人ずつちょっとボートレースの魅力聞いていこうかな。じゃあまずオリバー君。6つっていうのはすごいコンパクトで、とても追いやすいんですよね。そのレースを見ててもなるほどなるほど。白熱で、しかもレースの始まり方が独特であったり、そのモーターであったりボートを選ぶというこのシステム自体がすごい独特なので、個性が強くてすごい面白いなと思いますね。なるほど100点。ありがとうございま続きましてレインちゃん。臨場感だったりであったりとか、あとはボートレーサーの方々のこうパフォーマンス力で、やっぱりボートレースの場に行って楽しめる、これも一つの魅力なのかなって思います。100点。じゃあ最後レオス。はい、やっぱりねボートレースってバーっていってジャ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 ジューンってワクワク上げてんもうすごいチャプチャプがワクワクの上げてんで、もうこの魅力がもうね溢れ出てきちゃいますよね本当に。120点。パッションの勝利。直感的。ということで今日はですねもう少し違う目線からボートレースの楽しみ方をご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。やはりボートレースに欠かせないのは選手だと思います。はい。最近はイケメン選手が増えて女性ファンが増えたり、キャラの濃い選手、面白い選手がいて選手自体にも注目が非常に集まっております。ということで今回はボートレース琵琶湖がある滋賀支部を紹介する上で欠かせないのがボートレース滋賀支部長である。滋賀にはなくてはならない存在馬場義也選手でございます。馬場義也選手。おお、渋い。かっこいい。そして今日はですね、馬場選手からコメントをもらっております。なんとすごい。こちらをご覧ください。どうぞ。はい。僕がボートレーサーを目指したきっかけというのは、高校入学してから漫画のモンキーターンを読む機会がありまして、それを読んだ時にすごいめっちゃ面白そうやなっていうすごい興味を持って、でその時点で両親にちょっとボートレースを見に行ってみたいっていうお願いをして琵琶湖の競艇場にですね連れてってくれたんですけども、レース場に入って音とか迫力を間近でこう肌で感じた時にもう電気が走ったというか、本当にビビビッときたというか、それでもう僕にはこれしかないと思って目指しました。
運命と出会ったんです。G1 初優勝がまだだったので、いつか優勝するなら地元でしたいっていうのが思いがあったので、はい、もう次こそはみたいな感じで結構プレッシャーを受けてて、でなかなかその G1 優勝ができなかったんで、結構自分の中ではやばいと思ってたところでの、地元水面で優勝だったので、しかも、5号艇から優勝できたんで、なおさら嬉しいと言いますか、なんかこう今まで練習してきたこととか、琵琶湖の関係者の方々にこう応援してもらったこととか、いろんなこう思いがこう込み上げてきて、本当2週目ぐらいから結構もう泣いてました。一応僕の中で時はウィリーターンってしてるんですけど、その若い時からできたっていうわけでもなくて、だんだんとこう、練習をしながらできるようになってきたっていうところで、今本当にボートレース界の中では結構一番と思ってはいます、自分の中では。額なんですね。今まで一番稼いだ額は2018年に、ボートレースアシアで SG のチャレンジカップというレースを優勝させていただいたんですけども、その時の優勝戦の1着賞金が2700万円なんですね。それが一番今までで一番大きい賞金額ですね。いつか稼いだら買いたいなっていう車があったんで、レンジローバーという車なんですけど、それを、買って今も大切に持ってます。すごいなぁ。男女なんですけど、一番上のお兄ちゃんは小学校3年生で、よく見てくれてますね、レースは。ダメやった時とかも帰りにこう電話した時に、お父さんみたいな、申し訳ないと思ってるかもしれんけど、事故がなくて怪我ないのが一番やからみたいなことを言ってくれて、ありがとうみたいな、なんかめっちゃ優しい言葉かけてくれるやんと思って、すごいなんかしっかりしてきたなっていうか、よく見てくれてるな。めちゃくちゃ笑顔ですよね。ねえ、すごいニコニコしてる。煩悩の顔されてます。ボートレースはスピード感であったりとか、音、迫力、そういった、面を感じながら楽しんでいただきたいと思いますし、自分なりの楽しみ方を発見して、ボートレースを楽しんでいただけたらなと思います。さあ見ていただきました。はい。すごいいいですね。なんか現役選手からいただいてちょっとなんか、いやそうですよ。ワクワクが高まったというか、正直そのもう超トップレーサーなんで。はい。いや僕もびっくりしてますよ。でもすごいことですよねこれ。スタッフさんなんて説明したんやろうと思って。そうなんですよ。もう馬場選手はもう滋賀の今代表選手で、スピードがとにかくすごくて、一応ボートレースって3周走るタイムが最後に出るんですよ。1分50秒何歩とかね、1着でゴールしたりすると。でそれが早いとやっぱそのレース上のレコードタイムだみたいな。いうふうに表示されるんですけど、一時馬場選手がほとんどのレース上のレコードタイム持ってたんじゃないかっていう。じゃあもうレジェンド選手なんですね。はい。ということでなんか質問かなんかあります？レンジローバーの何乗ってるんですかね。そこ。ボートレース関係ねえんだわ。もうでも馬場選手クラスになると大きいレース取ったそれっていう思い出があるって言ってましたけど、基本的にその年間の賞金で考えたら、約も1億円ぐらいは毎年稼ぐんで。すごい。なるほどな。トップレーサーだから最後のボートレースのグランプリっていうのがあるんですけど、それで1着取ると賞金1億円です。そんなになんですか。もちろんそれまでに努力とかもたくさんボートのそれはねたくさんあると思うんですけど、とはいえ1億か。そうですね。平均年収が1600万って言われてるんで、ボートレーサーは。平均がそんな高いんですね。そうですね。やっぱり危険を伴う仕事ではあるんでね。確かに。なるのにも難しいっていう。そうですね。なるのも難しいんで、でも逆になると夢のある商売ではあるなって感じですね。仕事としては最高ですね。すごいですね。はい。ということで、ここで突然ですが、馬場選手クイズです。馬場選手クイズ。はい。馬場選手がボートレース以外に今ハマっているものは何でしょうか。あら、答え出てるんじゃないですか。だって
答え出てました？答え出てません？あるぞ。そうなんじゃないかなと思ったんですけど。じゃあレオス君からいきます？コンビニの前でレンジローバー止めて腕組みながらそのアピールするのにめちゃめちゃハマってるんで。違ったわ。一緒だと思った。全然違ったわ。ごめん。惜しい。惜しいんですか？惜しいんですか？嘘です。全然惜しくないです。オリバー君わかります？僕真面目にほら最初に漫画がきっかけだとおっしゃってたんで、はい漫画がにハマってるんじゃないかなって。なるほど。確かに漫画モンキーターンからボートレーサー目指したって話でしたよね。ただ今回は違います。なんとレインちゃんわかった？いや、私はなんか車もお好き、まあでもボートレーサーとしてもまあ整備とかいじるの好きだと思うから、もっぱらこう車いじりだったり洗車とか、車関係のまあそういう改造だとかいろいろ。そうイメージが違います。なんだろう。もう大丈夫ですか皆さん？いや、もう一個だけ。じゃあオリバー君。もうだってすんごい小煩悩だったじゃないですか。ニコニコだったじゃないですか。だからその子供たちのお世話というか子供たちと遊ぶこと。なるほど。子供の中でも。はい。でも何人目の子供？何人目とかあるんですか？常識的に考えるんだったら末っ子ですよね。末っ子かな。末っ子の娘さんにハマっている。正解です。すげえ。これ赤ちゃんだったらしょうがない。赤ちゃんはもうそれはね一番ですからね。馬場選手上がね男の子2人で去年10月に初めて娘さんが生まれたばかりということでね。男の子2人から来た女の子はもう可愛くてしょうがないでしょうね。それは。で選手たちね試合前からもう宿舎に泊まってね生活するんでお子さんたちももちろん会えなくなるんで。会えないから余計に。なるほど。ちなみに VTuber あるあるみたいなのあるんですか皆さんは？どうだろう。でもあれですよ、基本的にやっぱり自分の生活スペースから配信しているっていう形なんで、終わった後のなんか寂しい感。わかる。寂しい。急に一人ぼっちになっちゃうみたいな。そうなんですよ。それはありますね。なるほど。スペースが寂しいっていう。なるほどね。他あります？やっぱあとバーチャル空間で生きてるからさ、なんかみんなの元に配信を届けるためのさ、こう電波的な問題って結構直面するよね。なるほどね。そうですね。通信がね。不安になったりするとってなっちゃうやっぱり。オリバー君なんかあります？あとやっぱり僕は一応大学教授やらせていただいて外出やすいんですけど、なかなか人によってはなかなかねどうしても配信やってその配信のその設定とかも頑張って皆さんの企画を考えたりとか機材を頑張って回したりとかしてるとデブ賞になりがちなんじゃないかなっていう。なるほどね。こもりがちだからこもりがちになっちゃうんじゃないかなってのはあるんじゃないですかね。運動不足になりそうですよね。貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、今回今までとはちょっと違う角度からボートレースの魅力をね知れたんじゃないかと思います。ということで今日一番積極的に興味を持ってくれた方を発表します。あるんだ。あの人なんでしょうね。そんなわけない。そんなわけがない。朝かね。発表します。今日一番頑張ってくれたのはオリバー。マジか。びっくりした。もうほら前回前々回と来たから今日もレオス君なんだろうなと思った。ということでオリバー君にはビーナスちゃんセットを差し上げます。ありがとうございます。ビーナスちゃん増えてる。やったセットだ。かわいい。嬉しい。ということでね他にも実はまだまだ紹介したい選手がいるので次回ご期待ください。ということで、今日はありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございます。さよなら。ありがとうございました。さようなら。エデン組の逃げ差しまくり。ねえねえ、近江ポイントクラブって知ってる？何それ？嘘でしょ？まだ知らないの？それ損だよ。そんなにかな。本当に？ボートレース琵琶湖で電話やネットを使って船券を買ったら自動でポイントがつくんだよ。ポイント集めてクオカードと交換したり、なんとみんな大好きキャッシュバックもできちゃう。しかも入会費や年会費も無料。やばー。すぐ登録しなきゃ。詳しくは概要欄をチェック。
ボートレース琵琶湖のメインチャンネルも登録よろしく頼むぞ。皆さん見てくださってありがとうございます。チャンネル登録と高評価の方、僕らの分全部よろしくお願いいたします。